place where we can go and be alone。 今日は東京に10年近く住む私がおすすめするとっておきの場所、カフェ、喫茶店、本屋さん、雑貨屋さんなどを中心にご紹介していきたいと思います。まずは学生時代から通い詰める大好きな下北沢エリアから。古着屋さんはもちろんのこと、喫茶店やご飯屋さん、古本、雑貨屋さんなどたくさんの楽しいお店が集う街。ここでまず私がおすすめしたいのはこちらの本屋 B&B です。こちらの本屋さんは2回ほど移転を繰り返して、今は小田急線跡地のこちらのボーナストラックにあります。B&B はブックス&ビールの略で、その名の通りビール片手に本選びが楽しめます。ただ何より素敵なのはその選書。スタッフさんが売りたいと思う本を1冊ずつ選んで注文して販売しているそうです。リトルプレスやジン、グッズなども気になるものがたくさんで、普段は出会えないような本との出会いが見つかる場所だと思います。展示も気になる。そしてこちらの本屋 B&B の奥の扉から螺旋階段を降りていくと、おしゃれかわいいご飯屋さんや気になるお店に囲まれた広場のような場所があります。その中の一つ、こちらの日記や月日がとってもおすすめです。ここはなんと古今東西の日記を集めた本屋さん。コンセプトが素敵すぎます。コンパクトな店内にギュギュッと詰め込まれた数々の日記たちをコーヒー片手に眺めることができる至福の空間です。自分の日記を探したり、どこかの誰かの日記を自分の本棚に迎えてみたり、まだ知らない日記との出会いを楽しんでみてください。次の目的地へ向かう道すがら、ちらりと下北駅前シネマ K2 も覗いておきます。こちらのミニシアター、かなり気になる単館ものの映画が上映されていたりするので、映画好きにはおすすめです。下北ビレバンはもはやテーマパーク。けれど今日私たちが向かうのはこちらのビレッジヴァンガードダイナー下北沢店です。以前も動画で登場したこちらのお店、ハンバーガー好きなお姉さんから教えてもらって以来、私と妹のお気に入りのバーガー屋さんとなっています。この和牛のハンバーガーがちーちゃんの一押しです。お皿の上でやるんだよ。重い重い。肉汁大コース。美味しいコーラ。クラフトコーラもバーガーによく合う。うわー、重いよね。重い。ずっしり。熱々。ずっしりとしたハンバーガーにかぶりつく幸せをかみしめています。お肉が美味しいね。和牛を選ぶとバンズも米粉なのでもっちりとしていて美味しいです。もしハンバーガーはがっつりすぎるけれど下北散策で少し小腹が空いているようだったら、こちらの商店というお店がおすすめです。お手頃でたっぷりとしたデザートはもちろんのこと、肉汁たっぷりの焼き小籠包は中華街に出向くまでもありません。まずはじゃあそのまま。うわー、肉汁がこぼれる。
熱いよ、気をつけて。次におすすめしたいのは、京王線柴崎駅から歩いて2分、手紙社セカンドストーリーです。階段を上がった先の青い扉を開けると、素敵な雑貨でいっぱいの空間が広がっています。特に私の大好きな紙物雑貨が豊富で、ときめきが止まりません。初めて出会う紙物もあったりして、思わずたっぷりとした時間を過ごしてしまいます。でも大丈夫。少し疲れたら併設されているカフェで一休み。お食事もできるし、コーヒーやケーキなどもあって、一休みにちょうどぴったりな、空間も素敵なカフェになっています。ぜひ京王線に乗る際には柴崎で途中下車して覗いてみてください。お次にご紹介するのは、駅構内にあるこちら、ケンエレスタンドです。こちらは大人もワクワクするような面白かわいいフィギュアやグッズなどのガチャポンがずらっと揃う大人向けカプセルトイショップです。新橋、秋葉原、東京駅などいろんな場所にありますが、私がおすすめしたいのは上野駅です。ここで気になるガチャポンを回して、3コインズ横の道を奥へ進むと公園口があるので、その改札を出ます。そうすると国立西洋美術館や動物園のある上野公園に出ます。コーヒーやカフェラテなどをゲットして公園へ。上野公園はいつ来ても人がたくさんいますが、敷地が広いのでベンチに座って本を読んだり、天気のいい日はシートを持って行ってピクニックをしたりしても気持ちよく過ごせておすすめです。私は早速ガチャポンの開封式を。こちらは文筆家の甲斐みのりさん監修の牛乳バッグです。甲斐さんの可愛らしい視点が好きなのと、私はものすごい頻度で牛乳を買うので、これは回さずにはいられませんでした。ご当地の牛乳パックをバッグにするというこの着眼点が好きです。いつか福島の酪王牛乳もラインナップに加えてほしいところ。こんな感じでそれぞれの牛乳の歴史について知れるのも楽しいポイントです。私は新潟の佐渡牛乳のトキパックが出ました。アクリルチャームも可愛いです。美術館に来たついでにガチャポンに寄るのもよし、ガチャポンに来たついでに美術館や公園に寄るのもよし。上野公園エリアは古くからの美しい建築もたくさんあるので、ぜひガチャポンと合わせてお散歩しに行ってみてください。お次は何度か登場している吉祥寺エリアでの私的厳選おすすめスポットをご紹介。まずはこちらの古本屋100年。こじんまりとした店内にひしめき合う気になる古本の数々。こちらもセンスのいいジンやリトルプレスも置いてあって、思いがけない新しい本との出会いが見つかる場所です。100年に合わせて立ち寄ってほしいのがこちらのしっぽ。カフェと
日用品を中心とした雑貨屋さんが併設されているこちらのお店。広々とした店内に選び抜かれたスタンダードで長く使えるような、けれどどこか懐かしさも感じる素敵な雑貨たちが並んでいます。日々を共に過ごす戦友を探しに、吉祥寺を訪れる際にはぜひ立ち寄ってみてください。次にご紹介したいのは、神楽坂にあるこちらのアコメヤ東京 in ラカグです。実はこの建物、もともと新庁舎の倉庫を隈研吾建築都市設計事務所がリノベーションしてラカグという商業施設になっていました。アコメヤ東京は都内から全国にも展開する食にまつわるセレクトショップですが、こちらの店舗はその旗艦店として店内も広々としていて、1階には食堂と食回りの商品たち、2階にはアパレルやスキンケアグッズなど素敵な暮らし回りのものが充実しています。イベントなども開催されていて、アコメヤ東京好きな私と母だったらこのお店だけで1日遊べちゃいそうなほど楽しいお店です。そして次にご紹介するのが、先日の東京のみの市へお出かけした際にも行ったくるみ堂喫茶店です。なんだか本にまつわるお店が多い気がしますが、こちらも喫茶店の店内に書店があって、くるみ堂出版というお店自体でも本を出版されています。食事や飲み物だけでなく、お店の空間、そしてそこで過ごす時間自体を楽しめるこの喫茶店が昔から大好きです。くるみ堂喫茶店の世界にどっぷりと浸かったら、甘いものを食べて帰りましょう。喫茶店のすぐ近くにあるこちらの種果実店、フルーツを使ったケーキがとっても美味しいので、近くに来た際にはぜひ寄ってみてください。そして最後におすすめしたいのが、蔵前にある1年後の自分へ手紙を綴るお店、自由帳です。自分のその時の気分に合ったテーマを選んで、そのテーマに合った飲み物を飲みながら質問にじっくり答えてみたりして、今の自分、そして未来の自分へ思いを馳せることのできる場所だなと思っています。書いた時はなんだかうまく書けなかったなと思っても、1年後忘れた頃に届いたりして、不意に過去の自分からの手紙に勇気づけられたりすることもあったりなかったり。今年はまだ行けてないので、近々私も行きたいです。最後まで見てくださりありがとうございました。本つながりで言うと、奥渋の SPBS 本店も毎回楽しく新しい出会いがありますし、そこから代々木上原エリアのカフェ巡りをするのも面白いと思います。挙げ出したらキリがないほど魅力的なお店がたくさんあるここ東京。自分だけのお気に入りを見つけに、ぜひ探検してみてください。